世界の昔話、幸せの王子。むかしむかし、ある町には美しい幸せの王子の像がありました。その幸せの王子の体には金色に光り輝く金箔が貼ってあります。青い瞳はサファイアで、腰の剣には大きいルビーがついています。町の人たちはこの素晴らしい王子のように幸せになりたいと願いました。冬が近づいてきたある寒い夕方のことです。町に一羽のツバメが飛んできました。ずいぶんと遅れちゃったな。みんなはもうエジプトに着いたのかな。今日はここで休んで明日旅に出よう。ツバメは幸せの王子の足元に止まり、そこで眠ろうとしました。するとポツポツと雫が落ちてきました。あれれ、雨かな。雲もないのに変だな。あ、王子様が泣いている。もしもし、どうしたのですか？ツバメが尋ねると、王子が答えました。こうして高いところにいると、町中の悲しい出来事が目に入ってくるんだ。でも僕にはどうすることもできない。だから泣いているんだよ。悲しい出来事？ほら、あそこに小さな家があるだろう。子供が病気でオレンジが食べたいと泣いている。お母さんは一生懸命働いているが、貧しくって買えないんだ。それはお気の毒に。ツバメくん、お願いだ。僕の剣のルビーをあそこへ運んでおくれよ。うん、わかった。ツバメは王子の腰の剣のルビーを外して、熱で苦しんでいる男の子の枕元にルビーを置きました。辛いだろうけど頑張ってね。ツバメは翼で男の子をそっと仰いで帰ってきました。王子のところへ帰ってきたツバメはあることに気づきました。不思議だな。こんなに寒いのになんだか体がポカポカするよ。それは君が良いことをしたからさ、ツバメくん。次の日、王子はまたツバメに頼みました。僕の目のサファイアを一つ、才能のある貧しい若者に運んでやってくれないか？でも僕、そろそろ出発しなくっちゃ。お願いだ。今日一日だけだよ。ねえ、ツバメくん。ツバメがサファイアを運んでやると、若者は目を輝かせて喜びました。これでパンが買える。作品も書き上げられるぞ。次の日、ツバメは今日こそ旅に出る決心をしました。そして王子にお別れを言いました。王子様、これから僕は仲間のいるエジプトに行きます。エジプトはとても暖かくてお日様がいっぱいなんです。けれど王子はまた頼みました。どうかもう一晩だけいておくれ。あそこでマッチ売りの女の子が泣いているんだ。お金を稼がないとお父さんにぶたれるのに、マッチを全部落としてしまったんだ。だから残ったサファイアを女の子にあげてほしいんだ。それでは王子様の目が見えなくなってしまいますよ。いいんだ。あの子が幸せになれるのなら目が見えなくとも。王
司様。人の幸せのために自分の目をなくした王子を見て、ツバメは決心しました。王子様、僕はもう旅に出ません。ずっとおそばにいます。そして王子様の目の代わりをします。ツバメくん、ありがとう。それからツバメは町中を飛び回り、貧しい人たちの暮らしを見ては王子に話して聞かせました。それでは僕の体についている菌を全部剥がして貧しい人たちに分けてくれないか。わかりました。ツバメは言いつけ通り、王子の体から金箔を剥がすと貧しい人たちに届けてやりました。やがて空から雪が舞い落ちてきました。とうとう冬が来たのです。寒さに弱いツバメは凍えて動けなくなりました。僕はもうダメです。王子様、さようなら。良いことをして僕は幸せでした。ツバメは最後の力で王子にキスをすると、そのまま力尽きて死んでしまいました。その時、王子の心臓が悲しみに耐えかねてはじけてしまいました。次の朝、町の人たちは幸せの王子の像がすっかり汚くなっているのに気づきました。美しくない王子なんかどかしてしまおう。ところが不思議なことに、王子の心臓だけはどんなにしても溶けませんでした。そこで王子の心臓はそばで死んでいたツバメと一緒に捨てられました。その頃、神様と天使がこの町へやってきました。天使よ、この町で一番美しいものを持っておいで。神様に言いつけられて天使が持ってきたのは王子の心臓とツバメでした。それを見て神様はうなずきました。よくやった。これこそがこの町で一番美しいものだ。王子とツバメは大変良いことをした。この二人は天国に連れて帰ってやろう。こうして人々を助けるために死んだ王子とツバメは天国で幸せに暮らしたのです。おしまい。